ダイナクッキーです。昨年のよりうちは全部茹でます。お味は沖縄では卵サンドにしてから手で裂きます。ごきげんよう、アスママです。コストコ購入品、アレンジやルーティンを交えてご紹介します。チャンネル登録もお願いします。ホリデーバラエティクッキー、1980円から400円オフです。左からホワイトチップマカダミア、ファッジピーカン、アーモンドミルクチョコ、それぞれ8枚ずつの24枚入りです。1枚あたりは 65.83 円。加工日は今日。消費期限は2月27日です。加工日含めて4日です。重さはフレーバーや個体によって違いますが 50g 前後。直径は 85mm くらい。厚さは 14mm くらいです。1枚あたり 225kcal です。柔らかいカントリーマームのようなソフトクッキーです。どんどんミニ化しているカントリーマームと比べると巨大なクッキーですね。ホワイトチップマカダミアは控えめ。ホワイトチップが効いていてミルキーな風味でとても甘いです。ファッジピーカンは、ペカンナッツですねは控えめ。チョコマフィンのような味で娘のお気に入りです。アーモンドミルクチョコもアーモンドよりもチョコが効いています。3種類ともナッツは控えめでかなり甘めなアメリカンクッキーです。こういうのもたまに食べたくなるんですよね。スターバックススプリングブレンド 1.13kg 3088円です。100g あたりは273円です。原産国はアメリカですが豆の産地はタンザニアとコロンビア。ちなみに去年はエチオピア・ガテマラで2148円でした。2月10日購入の折り紙の春ブレンドも産地がガテマラ、エチオピアです。タンザニアの酸味とコロンビアの重厚な風味がもたらす春の味が楽しみです。賞味期限は6月27日です。約4ヶ月です。昨年のよりも油分は多めでテカリのある豆です。引くとしっとりしています。お湯を注ぐとしっかりとしたドーム、いつもより膨れ方がしっかりしている感じがしました。酸味と苦味とコクがはっきりとしていて美味しいです。冬ブレンドに比べると優しい味わいですけれども、春ブレンドの中では過去一パンチがあるなと思いました。いつもの癒し系ではなくリセットって感じです。もちろんミルクを入れても美味しいです。2週間以内に飲めない分はフードセーバーで 200g ずつ真空パックして冷凍しています。解凍方法はゆっくりと冷凍庫から冷蔵庫に移し、そして常温に戻してから開封します。バリラのアソートセット3380円から700円オフです。安くなるのを待ってました。麺はカペリーニ、バベッティ、スパゲッティは 1.6mm と 1.8mm の太さ違い、それぞれ1箱ずつです。ソースはアラビアータ、モンタナーラ、ポモドーロ、4人前がそれぞれ1瓶ずつです。原産国はイタリア。賞味期限は一番短いのがモンタナーラで10月14日です。約8ヶ月です。ケースのサイズは内側の深さは 154mm、長辺は 285mm、短辺は 165mm、外側の深さは 165mm、長辺 340mm、短辺は 205mm です。バベッティは平たいパスタです。500g だと5人分ですが、うちは全部茹でます。モンタナーラソースは4人前入りですが、1瓶使います。今ね、3人しかうちいないんですけれどもね。瓶にお水を少し入れて振って最後まで使い切りますよ。ソースと茹でたパスタをしっかり混ぜて盛り付けます。モンタナーラは豚肉やマッシュルーム、みじん切りの野菜がたっぷり入っています。平たいパスタはフォークで巻きやすいですね。残った分はコンテナに入れて冷凍しておくと家族がチンして食べます。アラビアータは辛いので煮込みハンバーグにしてモッツァレラをたくさんかけて食べました。花畑牧場パールモッツァレラ 90g が4袋入り
1128円から230円オフです。真珠大のモッツァレラですから切らずに全体にかけられるので便利そうですね。製造は北海道。賞味期限は3月8日です。約2週間です。かなり大きめの真珠でゴージャスです。切らずに全体にかけられるのが便利です。スキレットにオイルサーディーンとパールモッツァレラ、ガーリックオリーブオイルをかけて加熱します。モッツァレラが温まったらアヒージョの出来上がりです。ボッカの白いプリン6個入り978円から180円オフです。カラメルソース付きです。期間限定でいろんなフレーバーが登場しますが、ミルクプディングは定番です。ローソンだと2個入りで480円くらいだったかな。製造は北海道。賞味期限は3月9日です。約2週間です。風船を尖ったもので刺して割ります。カラメルソースをかけます。すべてのフレーバー共通のねっとり系のプリンです。お味はママの味のミルキー味です。プリンは170キロカロリー、カラメルソースは14キロカロリーです。沖縄エリソース3種類セット1328円です。新商品です。沖縄では有名なのかしら。コザミュージックタウンのケバブ料理店クイックケバブ特製の万能ソースです。ケチャップベースのマイルドとホット、マヨネーズベースのはタルタルソースみたいに使えるのかな。いろいろ試してみたいと思います。賞味期限は12月です。約10ヶ月です。マイルドはケチャップよりも粘度が高い感じでお肉などにかけたりしてもだれずに使いやすいです。ハーブが効いています。ホットはマイルドよりも固め。舐めてみるとものすごく辛いので、辛いのが苦手な我が家でソースとしての使い道は厳しいです。からしのようにアクセントとして使いたいと思います。マヨネーズベースのはレモンソースと書いてありますが、ハーブが強めなマヨネーズといった感じです。エリソースは3種類ともハーブが効いているのが特徴のようですね。ハーブ好きには嬉しいソースですけれども、万人受けではないかなと思いました。マイルドをポークパテにかけてサンドしたら美味しかったです。レモンソースはゆで卵ときゅうりと混ぜてパンにのせても美味しかったです。カークランドシグネチャー21穀オーガニックパン2斤入りが2袋980円です。久しぶりに買いました。まだカチカチに凍っています。原産国はカナダ。賞味期限は3月4日です。解凍日含めて9日です。21種類の有機穀物が使われているので体に優しいパンです。1袋に13ミリの薄切りパンが17枚入っていて、合計34枚4斤分です。冷凍する場合は1枚ずつラップしないとくっついちゃうので気をつけてください。ラップしてからジップバッグに入れてます。卵サンドにしてから冷凍するのもおすすめです。自然解凍で食べられます。耳は小さく切ってトーストしてカナッペにするのもおすすめです。北斗の霜降り平竹、長野県産です。4パック入り399円です。ちなみにいつも買っている北斗舞茸は328円でした。迷いましたが、たまにはプレミアムなキノコもいいかなと思いこちらにしました。美味しいですよね。舞茸と同じく捨てるところはなくすべて食べられます。大きい平茸は手で裂きます。フライパンに広げてガーリックオイルをかけます。塩も少し振って弱火でじっくりソテーしました。炒めないでひっくり返すのは1回だけ。じっくり焼くと美味しいです。今週のお酒はサントリージンビームトニックハイボールオレンジ。キャンペーンでいただいたものでコストコとは関係ありません。バーボンウイスキーとトニックのほろ苦さで美味しいです。
でもこのオレンジよりライムの方がトニックに合ってて美味しいなと思いました。緑の缶の方ですね。メニューは平茸と大根のサラダ、オーガニックパンとエリソースのカナッペ、オイルサーディンとパールモッツァレラのアヒージョです。毎週金曜日にまとめ買いをしています。レビューは数回に分けて編集完了次第アップしていきます。チャンネル登録をお願いします。概要欄にご紹介しきれなかった購入品も含めた価格情報などを載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。